気象庁によりますと、今日も猛暑日となった関東地方では今年の猛暑日は70日を超えました。そんな中、昨日日本の南で熱帯低気圧が発生。今後台風22号となって本州へ接近上陸することが予想されます。あれ、モモ、懐中電灯の置き場所検索して。ベッドの下、ベッドの下。こんなところに。サンキューモモ。台風大きい、文化祭心配だよね。また大きな被害が出たりしたら文化祭どころじゃなくなっちゃうじゃん。去年は体育祭も中止になっちゃったし。葵、お父さんお仕事頑張る。そう、お父さんのあれね。状況は？航空機による観測では中心気圧は現在950ヘクトパスカル、明日には940ヘクトパスカルにまで低下。その後も勢力を強めて本州に接近上陸すると予想されます。観測データからシミュレーションを行った結果、中心気圧は910ヘクトパスカルまで低下し、勢力を維持したまま本州に上陸する模様。風速は55メートル毎秒超え、10万棟を超える住宅に被害が出るほか、鉄塔などのインフラも倒壊する可能性があります。わかりました。台風の勢力を抑える必要があると判断します。制御オペレーションの発動について検証を開始します。ママ、お父さん応援。葵、小学生授業参観作文。お父さんやめてよ、恥ずかしい。お父さん笑顔。葵、笑顔。子供の時だったからね。私のお父さんは台風の研究をしています。家でも台風のことになると夢中になって喋ってくれます。台風は水の少ないところに雨を降らせてくれたりして私たちを助けてくれるけど、最近はどんどん勢いが強くなってお家を壊したりすることも多くなって、一緒に暮らすのがだんだん難しくなっているんだそうです。投下オペレーションを開始してください。了解。そこでお父さんはこれまでの方法とは違って新しい科学の力で台風自体の力を弱める研究を始めました。初めて聞いた時、私は人間が勝手に自然を変えちゃっていいのかなと思ったりしました。でもお父さんの話を聞いていると、みんなが台風と一緒に安心して暮らしていくためには必要な研究なんだって思うようになりました。シーディングの結果、中心気圧は10ヘクトパスカル上昇。台風の発達も抑えられています。このまま進めば990ヘクトパスカル程度の勢力で本州に上陸するとのシミュレーション結果、警戒レベルも引き下げられる見込みです。了解。台風の原性を確認したとはいえ状況はまだ予断を許していません。引き続き台風の動向に注視してください。了解。お父さんの仕事はたくさんの人の暮らしを守ってくれるとてもかっこいい仕事だと思っています。お父さんは焼きそばが好きなので、今度の日曜日お仕事のご褒美にお母さんと作ってあげる予定です。台風22号は勢力を弱めて本州に上陸後、今朝本州の東で温帯低気圧になりました。現在のところ大きな被害は報告されておりません。ただいま。おかえり。家開けちゃって悪かったね。別にいつものことじゃん。ごめん。あのさ、週末の文化祭模擬店で焼きそば出すんだけど、家族分のチケットもらっておいたからお母さんと一緒に来てね。おお。お父さんありがとう。この星で共に生まれ、この星で共に生きる。私たちの研究は台風と共に生きる未来を作ります。